はい、Figma 2025チュートリアルの3本目ですね。今日は、前回まで作ったこんな感じのね、バナーのテキスト周りを微調整して完成に向かいたいなと思います。で今回やることとしてはですね、微調整と、この吹き出しの部分になるんですけども、これやったらもう完成なんですね。で特に大事かなと思うのが、微調整の部分でして、これ完成に近いバナーのものなんですけど、これと多分前回までのものを一回並べてみていただきたいんですよね。なんかコピーペとかしてこう横にじゃあこう並べてみた時に、ここ全然違うの分かりますかね。全然だけじゃないけど、結構違うんですよね。ここのこう幅じゃねえわ、線が揃ってるかとか、ここの余白の部分ですねとかっていう微調整がやっぱされている方が良かったりだとか、若干ちょっと僕あれですね、この顔にかかってるこの白いシャドウのとことかを変えてますね。若干こっちよりかこっちの方が顔がくっきりしてたりとか、あとここの太さが違いますかね。ここちょっと選んでるフォントによってはWindows の方とかこんな太くユーゴシックでできないかなって思うので、ここはいいんですけど、っていうところの微調整、ここが結構ポイントかなと思います、この動画で。であと最後に、今までこうね分かったやり方とか使ってもう吹き出しに上にもうテキスト乗っければ OK みたいな感じだと思うので、はい、それちょっとやっていきましょうというところですかね。じゃあまずこの微調整の部分をちょっとやっていきたいんですけども、やっぱね、このデザインの基本原則、僕も3年前とかになっちゃうんですけど動画出してます。基本原則、この整列ってやつがありましてですね、こうね、ちゃんと要素が並んでる方がやっぱまとまりとして綺麗に見えるし、情報もよく伝わるんですよ。読みやすくなるんですよねっていうのがあって、今、分かりやすいところで言うと、ここに今余白が僕のバナーだと開いちゃっているので、ここをちゃんと揃えていきたいっていうのをやっていきたいと思います。これやるにはいろんなもちろん順番とかあるんだけど、考え方としてはやっぱりこの左右の余白が均等であると、普通にね均等に見えますよね。揃ったように見えますよね。なのでまずやっぱここの幅を揃えてから、この文字のところを揃えていった方がいいかなというところなので、まずはこの幅のところをね決めていきましょう。なのでこの下のね、初心者向け基本を解説、2024-25最新っていうこのブロックを整えてから幅を決めたいと思います。なので僕のこの完成でどういう風にやってるかでいうと、まずこれ2つ選択しましょう。シフトをしながらねクリックすると選べますので、幅がどういう風になってるかというと68ですね。で、下のところまでは32ぐらいになってましたね、今ね。はい、32になってました。31ですね。31になってるんで、このサイズ感でまずやっていきたい。で、それやるためにも、ここの間ですかね。ここが39か、ちょっと中途半端なんですけど、40ぐらいに、39、40ぐらいの、この間にして、左右の横幅68にしていくっていうところをやっていきたいなと思います。まずここから合わせていくのがいいかなっていうところですかね。はい。じゃあやっていくんだけども、あとこれですね。あとこれね、ここの高さも多分合ってんだよなっていうのがありますね。なのでこれちょっと文字のサイズとかをもしかしたら変えなきゃいけないのかなっていうのもしかしたらあるかもね。121じゃなくて俺120にしちゃったんで前回ね。ちょっとやってみましょうか。なんで僕は真ん中にね揃えるようにしていきたいと考えた時に、大体 OK ですね。はい。大体 OK なんで文字サイズは OK。じゃあここの間を測ってですね、40にしましょうか。39か。ごめんなさい。39にしましょう。で、39にしたらこの左右の横幅が要は真ん中に来るようにねしましょうか。でやっていくとどんな感じになるのかな。68にならない。これなんでかっていうと、多分テキストのこのレタースペーシングが6になってんだけど、多分こっちは0ですね。はい。なのでちょっと僕のミスなんですけども、微調整するために
このテキストとテキストの間、ここですね、間に今6ピクセルほどのものを設定しちゃってるこの数字ですね。ここ設定してる方いたらここをなくしてください。なくしましょう。でこの状態でごめんなさい、もう一回これ39にしてあげる。はい。と横幅左右の68ぐらいまで持っていけんのかな。ちょっとやっぱサイズが120、こっちが1だったんでちょっと若干違いますけど、左右はやっぱ均等に置いてあるべきなので、73ぐらいにちょっとじゃあ一旦してみましょうか。はい。これね、多分フォントのサイズはこっち120でこっち121にしちゃってたんで、多分こっちは68よ。ちょっとテキストでかいんで、横幅がやっぱちょっと狭くなっちゃうんですけど、ここ120にしたんで、真ん中に来ればどっちでもいいんで73ずつにしましょうか。はい。分かりづらいよって方はもうこれ完コピしてもらえればいいんで、121とかでやってもらえればいいかなと思います。サイズ感をね。で、この下のやつが32ですね。このテキストとこの下のここの距離がだいたい31、2ぐらいなんで、ここもちょっと合わせましょうか。ここは別に縦幅なんで同じぐらいにできますので。はい、30、僕は2にします。偶数の方がね、綺麗なんで。で、こいつを、そしたらこれでもう、なんとなくですけど、そうだ、ここで定規ツールってやつをちょっと教えますね。シフトを押しながら R を押すと、ここになんか数字が定規みたいなね、やつ出てくるんですよ。はい。これ定規ツールを今使える状態でして、ショートカットシフト R ですね。ちょっとやりづらいよって方は、表示から定規をオンにしてもらえると、はい、これ今オフにしたんですけど、オンにしてもらえるとこうやって出ますと。で、この状態で左からですね、ピーってドラッグしながら引っ張ってくるとですね、だいたいこんな感じで、デザインに関係のない線を、目安の線を引くことができるんですね。これでだいたいここに合わせましょうか。68なんでここに合わせましょうっていう風にやると、なんか目安の線っていうのを置くことができるんですよね。はい。でこれピタッと合うと思いますので。でやると、だいたいこの上のねテキストも同じ線に合わせたいので、だいたい同じ感じになってるかな。真ん中に置くとこんな感じなんだけど、若干左に行っちゃうんで、ちょっとずらしますね。はい。っていう風にシステムで真ん中なんだけど、すごいやっぱ文字の大きさとかフォントが持ってる余白とかによってはやっぱ若干揃わないとかって結構あるんですよね。なのでなるべく目で合わせる方が、こういうバナーとかは特に別にコードでデザインが作られたりとかしないのでいいかなってところですかね。これで大体でいいので、この線のところにこの文字が来るようにすると、ここで揃うかなっていうデザインというか配置になると思いますので、それをちょっとやってもらえるといいかなと思ってます。でこれ定規ね、いらなくなったらまだ定規ツールオフにすれば消えますし、これも戻してあげればピーって消えていくんで、はい。そういう風に使ってもらえればいいかなっていうところですかね。若干やっぱ左、この F のなんか左が出っ張ってるように僕には見えるんですけど、数値上はそんな問題ないな。いっか。はい、こんな感じですかね。これでまず文字を合わせて見てください。で次に、若干ですね、今気づいたらこの白いシャドウの部分っていうのが顔にあんまかかってないんですよね、こっちの方が。なので若干ちょっと下げたいと思います。30ピクセルぐらい下げました。もうちょっと下げてもいいかな。50ぐらい下げたかな。こんな感じかなっていうところです。はい、ここもちょっと細かいのですが合わせてみました。で、あとこのフォントの太さですね。多分これ僕プロ N を選んじゃってるんで、W6 までしかないですね。はい、ただ、平木野の方、Mac の方は平木野サンズっていう、これ確かね、英語の方のフォントなんですよ。ただ日本語は多分平木の覚悟シックになっているので、こっち平木のサンズってやつにすると太さがもっと選べるように多分なってるんですね。はい。でこれ多分 W7 にするとこっちと同じような感じになりますね。でこれ太くした分またちょっとね文字広がっちゃったんでね、ここがオーバーしちゃったんで。またちょっと微調整をかけなきゃいけないんですけども、多分これ0にしてあげればいいのかな、ここ。すると、
基準で、あとはまあ大体同じようなところにこう合わせてもらえればいいかなというところですかね。まあ全く同じものにしたいってなったらここまで合わせるとか、こことこのテキストの間の距離とかもねちょっと見てもらってこっち合わせるとかねしてもらえるといいかなというところですかね。はい。大体こんな感じかな。48ぐらいにしとこうかな。はい。っていうところです。ちょっとここまで細かいところまで、今回はフォントがね、多分 Windows の方とかでユーゴシック違ったりするので、共通のフォントを使ってやってないので、ちょっと難しいので、ね、ここまでしなくていいかなと思うんですけど、こういう風に微調整をして、配置と距離のところを合わせたりとか、こう左右がちゃんと均等になるように合わせるっていうやり方ありますので、最初はね難しいと思います。いろんなツールで出てきたと思います。なんか定規ツールとかねそういうのあると思うんですけど、徐々にそういうことを使いながらそういう意識でねやっていってもらえるとデザイン自体もどんどん上手くなっていくかなと思います。では最後に吹き出しのやつですね、ちょっとパッと持ってきますね。はい、こいつを、これですね、やって終わりましょうか。はい。これは、作ったものに対してですね、こっちコピー持ってきますけど、はい。もうまず吹き出しを置きましょう。なので、吹き出しのパーツをもうピヨーンって持ってきて、おりゃーって置いてあげれば、一旦いいかなというところですかね。大体の距離で測ってもらえればいいんですけど、左じゃない、右と上の距離を測って、大体同じところにやるとか、この人間からの距離が大体どれぐらいのね、このピクセルかなみたいな、大体20ピクセルだなみたいなとかね、測りながらやるといいかなとは思いますね。一旦ちょっと絶対値でやりましょうか。148と70ぐらいですかね。68とか148、上が148で、右が大体70ぐらいになるように、はい、置いてあげると、こんな感じですね。で、あとは文字を乗っけてあげますと。ここもちょっと一応手打ちでいきましょうか。AI 機能から基本まで解説みたいな、感じで置いてあげると。で、これどれぐらいの大きさとか太さかなっていうのはクリックしてみてもらえれば、ここもちょっと W7 使っちゃってますね。なので、ちょっと僕は平木の角ゴシックの W6 でいきたいと思います。ちょっとだから印象変わると思います。で、ここは80ピクセル。で、ラインハイト113になってるから、合ってますかね。はい。で、これを、ここにピンって真ん中に、ね、この十字の赤が真ん中ね、これ今揃ってるかなっていうところで、こんな感じで置いてあげれば、一旦そんなに問題のない場所に置かれてるかなというふうには思います。はい。で、色を変えましょう。ここの AI 機能だけ赤色になってますよね、こっちがね。どうするのかって言ったら、簡単っちゃ簡単なんですけど、もう選択します。このテキストの、ツールで。はい。これダブルクリックしてもらえれば選択がこうやってできます。ピーって文字って。はい。これ全部そうです。はい。編集モードにダブルクリックですることができますと。で、これ AI 機能を、ちょっと選択してもらって、ここの塗りだけ、変更するとこういう風にね、色を変えることができますので。あとはもうスポイト2使ってピヨーンってやっていただければ OK って感じですね。はい。一応チップスでこれもシャドウがかかってるんですよね。これ実は吹き出しにそもそもシャドウのかけ方とかも一応お伝えをしておきますね。パネルの中にねエフェクトというものがありまして、これ一回こっちに持ってきますね。はい。今、はい、これ選択するとエフェクトっていうものにドロップシャドウっていうのが選択されていているので、要はシャドウって影をつけるっていう表現、ドロップシャドウっていうなんかエフェクトの名前なんですけど、これオフにすると、こんな感じで普通ののぺーんとしたね白いものになるんですけども、オンにするとこんな感じになると。で、この影の大きさとかも設定ができまして、このドロップシャドウに選択ねしたら、この左のなんか四角のやつ押していただくと、こういうなんか詳細のパネルが出てきます。で、位置と、ぼかし範囲、広がり、色っていうのが選べまして、これちょっと軽くだけ紹介すると、位置っていうのは、この真ん中から X 軸、要は横軸ですね。で Y 軸のどっちに影がこう伸びてるかっていう、でその影の伸び方の長さっていうのをこの X と Y で選ぶことができます。ちょっと分かりやすいように色を
要は40でいいのか。で、ぼかしを一旦0にしてもらってやると、こんな感じで、要はなんか線みたいな感じに見えますよね。これがさっきの X 軸と Y 軸で、長さが決められてるとか、なってて、例えばこう X 軸を100とかにすると、右にビヨーンって影が移動するんですよ、ビヨーンって。ね。影の要は影がどこにありますか。逆に言うとこう太陽の位置が今ここにあるから、こうやって影が伸びるわけですよね。だけどこっちに影があるんだったらこっちに伸ばさないといけないから、X 自体は多分マイナスの値を当ててあげて Y 自体もこう下に上げてあげるとなんかね夏の木漏れ日みたいな知らんけどやつになるわけですよ。はい、みたいな感じでここいじれますと。大体でもこういう平面の世界、特にウェブとかデジタルの世界だと太陽が大体この左上にあるっていう前提で、作ってます基本的には。はい皆さんなので大体はもうプラスの1だから X 軸例えば12ちょっとでかいな4とか4ずつとかね、ぐらいからはめてあげてもいいかなと思います。で次ぼかしの範囲でこれをでかくすると影がなんか要はふわーってなっていくんです。そうふわーってなってくる。はい。でだいたい60、50ぐらいで色の強さでこんな感じで影が強いかどうかが決まるみたいな。で影の色も大体黒とかでやることが多いんですけど、これ赤とかもちょっとできるんですよね。はい。っていう感じですかね。はい。大体黒、影つけるんやったら黒とかが多いかなっていうところですかね。こんな感じで設定することができますので、結構 UI 作ってても、ウェブサイト作ってても、シャドウの表現ってめちゃくちゃ使うので、これもね、エフェクトってところで付与できるよっていうのを覚えておいてください。これ何でも付与できます。テキストももちろんこのエフェクトってやつをオンにしてもらえれば、シャドウをね、こうやってつけることができるわけです。こうやって。はい。みたいな感じでできるので、覚えておいてください。はい。こんなところでしょうか。あとなんかやり残したことあるかな。はい。最後にですね、書き出しをやりましょうか。はい。ここ名前が違いますね。書き出してみよう。はい。っていうところで、この Figma ですね、選択した素材っていうのを JPEG、PNG、SVG、また PDF とかで書き出すことができますと。結構使うので、それもやり方を教えますと、自分ができたね、このね、データ、バナーこれ画像で欲しいじゃないですか。ぜひね、Twitter とかに投稿してもらえたらと思うんですけども、選択したもの状態で、一番このパネルの下ですね。なので、このエクスポートっていうのがあると思うんですよ。ここね。これを押してもらうと、このなんかピングとか、1x1×1 とかね、出ると思うんですよね。ピングとかで、JPEG とか、要は拡張子ですね。ファイルの種類を選ぶことができると思うんですけど、それ選んでもらって、一旦ピングでいいかな。で、1x、これは、この元のサイズですね。これを何倍にしますかっていうやつでして、はい。これも選ぶことができます。これね、アプリ開発とかで結構3倍とか2倍とかね、その素材に対してアイコンのサイズ用意するんですよ、実は。なので、こうついてる機能だったりするんですけども、今回1倍でいいかな。1920×1080 っていうのは結構デカめなサイズなのでね。で、これの状態で設定したエクスポートってやつを押してもらえれば、自分のローカルのファイルに、保存するものが開きますので、どこでもいいです。デスクトップでも何でもいいんで、ここで保存と押してもらえれば、もうこれで勝手に保存されておりますと。一応見ていきましょうか。僕のファインダー、そのファイルが入っているところを開いて、フレーム23っていうやつを見ると、こんな感じでね、画像で、書き出されておりましたと。はい。なんで、これをドラッグ&ドロップすると、こういうふうに画像としても、もちろんね、使えますと。はい。っていうことまでやっていただけると、いいかなと。ここまでで一旦、超基本的な Figma の使い方の、解説かなと思って、これで一旦終了にさせていただきたいなと思っております。はい。ですね、この辺にちょっとね、ちょっと喋りながらあんま解説できない話とかも一応あるんですけど、ちょっと興味があれば、こういうのもあるんだなっていうので、見てみてください。大体は説明したかなとは思っております。はい。で、もしよかったらね、この完成したバナーさん、はい。
ぜひね Twitter とかでシェアしていただいて、やったぜみたいな投稿してもらえると、僕もそれをちょっと遠目で見てると思うので、はい、嬉しかったりするので、ぜひやってみてください。で Figma のチュートリアルに関しては、今回の初心者もう超初歩のやつはこれで終了なんですけども、ここから僕ねボノの方でも UI/UX を中心に、こういう教える動画というかスキルを上げる動画作ってますので、この次には UI をじゃあ次トレースしながら UI の作り方をじゃあ Figma でどんどんやりながら Figma の作り方使い方をちゃんと覚えていくっていう、また別のね UI 作成のチュートリアル Figma チュートリアルを作ろうと思ってますので、UI/UX、興味ある方はそちらもねぜひねやってみてください。今のね僕の YouTube にもすでに昔のものがあるんですけども、ちょっと UI がねだいぶ変わって古かったりとかするので、そちらね、ほとんど機能自体はあんま変わらないんですけども、ちょっとやりづらかったりとかするので、新しく作ろうというところを今回ね UI の方もやっていきますので、そちらもぜひお楽しみにしておいていただけるとありがたいなと思ってます。はい、じゃあこんな感じでまた次の動画でお会いしましょう。よかったと思ったらグッドボタンとチャンネル登録、あと僕ボノっていうね UI/UX が学べる、オンラインのサービスを運営してますので、概要欄からぜひ、チェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。動画を見てくださってありがとうございました。僕がやっているボノというですね、UI と UX デザインのコミュニティというものがあります。そこではメンバー限定のコンテンツと、コミュニティの質問とかフィードバックっていうのをやっております。コンテンツでは僕がビジュアルを作る前からどうやったらユーザーさんに届けるのかっていうところからね、デザインをするっていうフローを全て公開する実践的なコンテンツをやっていたりとか、自分でお題を解いてそれをチャレンジできるような、身につけた知識を実践アウトプットできるようなコンテンツを用意しています。で、コミュニティの方では質問にキャリアだったりとか、自分の作ったもののフィードバックだったりとか、本当に何でもお答えするっていうものをやっております。概要欄からボノについては、チェックできますので、UI デザインとか UX デザインに興味のある方はぜひねチェックしてみてください。